こんにちは。今日はダイソーさんの底板を使って小さなバッグを作っていきます。とっても可愛い模様編みなので、よかったら試してみてください。これは試しに編んだものなんですが、これから編むものはこの細編みをもう一段増やして、ここの細編みももう一段増やして、で持ち手をちょっとだけ長くして編んでいこうと思います。使った糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 色はホワイト、 50g で約120メートル、使用かぎ針の目安は6号。今回はこれを2本一緒にして編んでいきます。針は6号を使います。であとはダイソーさんの底板と大きさは 17.8 の8センチ、しっかりしています。でマーカーととじ針を使います。この糸は1本が1ミリぐらいです。これを2本で編んでいきます。底板の表と裏は穴の周りが少しくぼんでいる方が表、平らな方は裏。表を上にして編んでいきます。これからこの穴の一つ一つに細編みを2つ。でただこの丸いところの真ん中だけ細編みを1つ、他は2つ。こっちも丸いところの真ん中だけは1つ、他は2つ。でここから編み始めていきます。糸は2本一緒にして編んでいきます。で糸端を15センチぐらい残して後ろに添えて糸を引き出します。で鎖を1つ、1で同じところに細編み、で1つ目の細編みにマーカーをつけておきます。でこの糸端は編みくるんでもいいんですが、ちょっと糸がはっきりしているのでとじ針で始末していきたいと思います。今はこのまま置いておいて、細編みを1つ編んだ隣の穴に細編みを2つ、できつく編まなくても大丈夫です。これで2つ、次も2つ。で次も2つ。このまま細編みを2つずつ編んでいきます。でこの真ん中だけ細編みを1つにしてまた戻ってきます。ここまで細編みで1周してきました。最初の細編みに引き抜きます。
次も細編みをしていきます。鎖を1つ、鎖の根元に細編みを1つ、隣にも細編み、隣にも細編み、でこのまま一つの細編みに一つの細編みでぐるっと一周します。2周目を編んできました。ここは1周目で引き抜いたところで細編みの頭ではないので、その手前まで細編みをして最初の細編みに引き抜きます。これで2周目が出来上がりました。1、2、次は3周目。鎖を1つ、根元に細編み、2周目と同じように編んでいきます。このまま細編みをあと3周、全部で5周になるように編んでいきます。1、2、3、4、5、5周まで編んでいきます。5周編んだら糸始末をします。針に通して一回こっちで方向を変えてで次は模様編みをしていきます。模様編みのこの部分、形を少し整えます。引き抜いたところから始めます。鎖を1つ、細編みを1つ、鎖を1つで、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、長編みは絡めて1、2、3で、この3本を2本ずつ引き抜いて長編み、次は鎖を2つ、1、2、同じところに長編み、で鎖を1つ、
これで細編みと鎖と長編みと鎖2つと長編みと鎖で、足元2つ飛ばして3つ目に細編みで、次は鎖と同じように編んでいきます。細編みの次は鎖で長編み1、2、3鎖を2つで長編み同じところ鎖を1つで細編みこれで細編み鎖長編み鎖2つと長編みと鎖1つで、また細編みの次は鎖これを1周繰り返していきます。鎖で1周します。1周編んだら最初の細編みに引き抜きます。これで6周が終わりました。次はこのちょっと変わった玉編みを編んでいきます。で、これを編むときにはこの持ち方よりもこの方が持ちやすいと思います。もしやりにくかったらこっちも試してみてください。鎖を3つ1、2、3で3つ目にマーカーで、この真ん中の三角に針を入れて糸を引き出して玉編みをしていきます。押さえて糸を引き出します。これで1回糸を引き出しました。押さえてもう1回で、この端は残してここを一度に引き抜きます。次にこの2本を一度に引き抜きます。これでちょっと変わった玉編み。玉編みの次は鎖を1つ。あと2本同じように編んでいきます。1回、2回で伸ばして玉編みの次は鎖を1つで、もう1本で伸ばして玉編みの次は鎖を1つ。この3本を繰り返していきます。次また三角に玉編み
玉編みの次は鎖を1つで、また玉編み、玉編みの次は鎖で、また三角に玉編み、これを繰り返して一周します。玉編みで一周編んできました。最後の玉編みの後には鎖一つを編まないで、このまま最初の鎖の下から3つ目、マーカーをつけていたところに引き抜きます。これで7周目が終わりました。次はこの部分を編んでいきます。鎖を4つ、1、2、3、4で、下から3つ目にマーカー1、2、3で、この玉編みと玉編みの間に針を入れて長編みをします。鎖を1つで、また玉編みと玉編みの間、この四角を作っていきます。また鎖1つ、この玉編みと玉編みの間、鎖1つ、玉編みと玉編みの間、で、玉編みと玉編みの間、こ
これで一周します。一周してきました。長編みの次に鎖を1つ。最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。次は9周目。この細編みを編んでいきます。鎖を1つ。根元に細編み。と鎖の下のこの四角に針を入れて細編みを1つ。長編みの上に細編みを1つ。で四角に1つ。長編みに1つ。で四角。でこれで一周します。細編みで一周してきたら最初の細編みに引き抜きます。次からはここと同じ模様を繰り返します。まず鎖を1つ。鎖の根元に細編みを1つ。でこの部分を編んでいきます。鎖を1つ。で足元は2つ飛ばして3つ目に長編み。鎖を2つ。同じところに長編み。鎖を1つ。で足元2つ飛ばして3つ目に細編み。ここと同じように鎖1つ。でこれで一周して、次は鎖3つで玉編み。次は鎖4つ編んで四角を作っていきます。その次は細編み。ここまで編んでいきます。この細編みのところまで繰り返します。模様が2つ出来上がったら最初の細編みに引き抜きます。これで13周目が出来上がりました。次はハンドルを作っていきます。まず真横を決めます。今引き抜いたところは最初は真横だったんですが、ちょっと斜めになっているので、この一つ手前、引き抜いたところの隣にマーカーをつけて、ここを真横にしてハンドルを作っていこうと思います。で、反対側の真横、これはマーカーを含めて40目目にマーカーをつけています。ここを1として40目目。で、間はマーカーを含めて12目目。こっちはマーカーを含めないで12目目。マーカーの隣から数えます。1、2、3、4。
10、11、12。こっちはマーカーを含めて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。間はマーカーを含めないで15。反対側も同じように、最初はマーカーを含めて12目目。こっちはマーカーを含めないで12目目。間は15。これで編んでいこうと思います。で、真横は必要なくなるので外しておきます。で、引き抜いたところから始めます。細編みをするので鎖を1つ、根元に細編み、次も細編み、マーカーのところにも細編み、ここから鎖を編んでいきます。で、鎖を26。で、あまりきつくなく編んでいきます。で、一つ目の鎖にマーカーをつけておきます。一つ目の鎖の裏山、後で小さくなって分かりにくくなるのでマーカーをつけておきます。このまま26目編んでいきます。鎖編みを26目編んできました。26目目の鎖にマーカーをつけておきます。裏山につけます。で、ねじれていないか確かめてからマーカーのついたところに細編みをします。これでハンドルができて、で、最初の鎖と最後の鎖にマーカーをつけました。次からは細編み、次のマーカーのところまで編んでいって、同じように鎖を編んでいきます。鎖を編んだら最初のところに戻ってきます。鎖編みをしながら一周編んだら最初の細編みに引き抜きます。で、もう一度細編みをしていきます。鎖編みの根元まで編んできました。鎖の出ている細編みは飛ばして前後で減らし目、
まず細編みから糸を出します。次は一つ目の鎖、マーカーをつけていた裏山、で糸を出します。これを一度に引き抜いて減らし目、次は鎖に細編み、次もで、このまま一つの鎖に一つずつ細編みを編んでいきます。で、最後の鎖の手前まで編んでいきます。反対側の根元まで来ました。また鎖の出ている細編みは飛ばして前後で減らし目、このマーカーをつけた鎖と細編み、糸を出してここは飛ばして次、これを一度に引き抜きます。これで減らし目、次からは一つずつ、このまま細編みを続けて反対側も同じように編んでいきます。で、また最初のところまで編んでいきます。鎖編みに細編みをして一周したら引き抜いてもう一周だけ細編みをします。鎖一つ、細編みで、また付け根まで編んでいきます。ハンドルの付け根まで来たらまたここを飛ばして前後で減らし目、ここを飛ばしてこことここ、糸を出します。次はここ、これを一度に引き抜いて減らし目で、次からは細編み、反対側の付け根まで編んでいきます。反対側の付け根まで来ました。またここを飛ばして前後で減らし目、ここは前の段で減らし目をしたところ、ここを飛ばしてこことここ、これで減らし目、次からまた細編み、反対側も同じように編んでいきます。ここまでぐるっと編んできたら糸を切って糸始末をします。少し長めに切ります。15センチぐらい。最後の細編みから糸を引き抜きます。
最初の細編みのその隣、端から数えて1、2、2つ目の細編みに手前から向こうに針を入れます。で、元の細編みに戻ります。元の細編みの上からで下の編み地も通ります。で、この今渡した糸が一目に見えるように調節します。で、あとは糸を止めてで、糸端を隠していきます。とっても可愛く出来上がりました。で、サイズは横が22センチ、縦は14センチ、ハンドルは13センチの幅が 1.5 センチ、底は8センチの 17.8 センチで、糸はこれぐらい残りました。使った糸は約 70g です。最後までご視聴ありがとうございました。